皆さんこんにちは、こたつマニア、です。今回は、エヴァンゲリオン初号機、です。まずは頭部。ドラッグツールを使い、球体から大まかに作りますよ。次は、セルマスクツールの四角で指定して、ギズモで縮小。段差を付け加えましたよ。マスクを消すには、上部、すべてクリアをタップします。さて、できた頭部を薄皮で包みます。まず、マスクツールをタップして、オブジェクト以外のスペースをタップ。オブジェクト全体がマスクで覆われたら、上部、設定、マスクから、高さを指定します。今回は、0.03 と入力。最後に、取り出すをタップします。切り開いて確認すると、ピンク色がオリジナルです。新しく、卵の殻みたいなオブジェクトができました。この卵の殻を、分割ツールで切り取り、なんとも複雑な頭部を、作ってみますよ。分割ツールの多角形を使い、切り取り範囲を選択します。選択範囲や、緑色のポイントをタップして、切り取りします。次は目の部分を切り取りして、くり抜きます。同じように、タップして切り取り、シーンを呼び出して、消したいオブジェクトを選択。上部の、削除をタップすれば完了です。目の周りだけが、少し大きすぎましたので、セルマスクツールで修正します。多角形で選択し、オブジェクト以外のスペースをタップして、反転。ギズモを使って移動し、縮小しました。同じように、セルマスクで指定。今度は少し拡大します。段差をつけて、理想のエヴァに近づけてみますね。大きく張り出したパーツは、チューブツール。プロファイルで断面を編集。半径で大きさを変えます。そして、形ができたらリメッシュします。分割ツールや、マスクツールを使って、細部を作り込みしましょう。
目になる部分を、マスクツールで指定します。最初に殻を作った要領で、抽出します。できた目のオブジェクトを、シーンから目隠しして、ベースのマスクを反転して押し込みます。最後に目のパーツを表示させて、中へ押し込みます。さて、出来栄えはいかがでしょうか？胸は、チューブツール、ミラーを使って作業します。頭部と同様に、分割ツールや、マスクツールで作り込みしていきます。3つのドーナツ、乗せているベースをタップして選択。ブラシツールの原山を使って彫り込みます。ちっちゃくて見えないからしなくていい？彼女がかっこよくなりますように。おまじないみたいなものです。11月30日は、いい30歳の日、です。おめでとう、すべての、30歳マニア。1995年に放送されたテレビアニメ、新世紀エヴァンゲリオン。世界中にインパクトを与え、今なお愛される作品です。そして今年で30年。そんな、30を、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。今回もノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。今回も、ドラッグツールや、チューブツールを使い、作業を進めていきますよ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブ、をどうぞご視聴くださいませ。四角のオブジェクトを重ねて大まかな形を作ります。すべての四角をリメッシュして一つにします。次は、
分割ツールで、理想の形にカットしちゃいましょう。このアニメの物語は難解です。しかし、エヴァンゲリオンもなかなか難解。複雑なボディパーツに苦戦しています。関連グッズの大量の画像を参考にしましたが、しかし、アニメーションより複雑になった。グッズの形状や色の違いに、私は翻弄されちゃいます。逃げちゃダメだ、って感じです。おかしいなぁ、めっちゃこのアニメを見たのになぁ。近年のグッズのクオリティに感心しつつ、しばし、こねこね。腕や足のパーツを個別に作っていますが、後でバランスはいくらでも編集できますので、あまり気にしないで作業しています。さて、各パーツを体と合わせたら、完成です。
いくつものシリーズが存在する、エヴァンゲリオン。作品によって物語の結末が異なるそうです。時代や選択でエンディングが変わっちゃうなんて。まるで私たちの人生みたいじゃない？私たちの進む未来は、見えない壁が多すぎて、切り開いて進むのも疲れちゃいます。だけど、あのアニメ好きな友達と話すために、頑張って、学校に行こうかな、とか、大好きなものがくれる、不思議な力があります。例えば、未来を目指すための羽、とかね。2021年の結末から沈黙を続けるエヴァンゲリオンですが、この物語は30年を超えて進もうとしています。いつかの未来、また新しい物語が生まれるかもしれませんね。次はどんな素敵なインパクトをくれるのかな？だけど、その結末に納得いかないマニアがいたとしても、たくさんのサービスしちゃってくださいね。お粗末様でした。